はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで、今回もね、前回に引き続いて旅行系のフィードバック動画っていうのを作ってみようと思っていて、今日は半年間のそのバックパック旅行に僕が持っていったものの中で、これかなりおすすめできますっていうのを紹介してみようと思っていて、ただ僕が今回の旅行、重いバックパックっていうのをね背負ってね旅行していたんですけれども、やっぱりそのほとんどっていうのは撮影用の機材だったんですね。ただ今日紹介するのはそういった撮影用の機材ではなくて、あくまで日常で使うものの中でね、これ持って行ってよかったっていうものをいくつか紹介してみようと思っていて、それがね今ここに並んでいるものなんですよ。じゃんとね。具体的に今日どういったものを紹介するのかっていうと、これは洗濯系と電源系と睡眠系と、あと支払い系で、あとイヤホンですね。この辺なんかがね実際日常的に旅行で使っていて、持って行ってよかったっていうものなんでね、これ実際僕がリアルに半年間使っていたものなんで、これから長期のね旅行に出る予定のある方はもちろんなんですけれども、それ以外の方にもね、おすすめできるのではないかなというふうに思うので、今日はねその辺を紹介してみようと思います。で、まず最初はねこれです。これじゃんと。これソロサピエンズっていう、でこれ何かっていうとですね、これ洗濯ができる、携帯用のバケツみたいなものなんですよ。こんな感じでね、口がバーンと開いて、これが防水になっているっていうこともあって、ここに水を入れてですね、洗濯物を入れて、でじゃあここのところがね、この中のところなんかが洗濯板みたいなギザギザっていうのがあって、この辺なんかでね汚れなんかも取りやすいというもので、こういうふうな完全に防水になっているんで、ここにね水を入れて洗濯物を入れて、で洗剤を入れて、でここをこうやって止めて、あとガーって振ったりしながら洗濯ができるっていうものなんですよ。こういったバックパック旅行に関してはもう洗濯っていうのはやっぱりね鬼門なんですよ。で特にやっぱり旅行していて疲れがどっと出る瞬間っていうのは、自分の汚れた服なんかを洗面台でゴシゴシ洗っている時ね、洗面台で洗ってたりなんかすると水とかもガンガン跳ねてくるし、もうそういうのやってるとね、本当ね俺何やってんだろうって思ってくるんですけれども、ここ最近はこの洗濯用の便利なねこういう風な形のアイテムっていうのも出てきていて、それこそね僕はねかつてね釣りなんかに使うぺちゃんこになるねバケツとかっていうのを持ってね旅行していたこともあるぐらい、こういった海外旅行にはこの洗濯っていうのがね鬼門なんですけれども、でこのねソロサピエンズっていうのはね何がいいかっていうとね、これね頑丈なんですよ。すごくこのシーリングの部分がね。でこれ水漏れしちゃうともう意味がないんですよね。なんだけどこれはねそういったね水漏れとかっていうのも全然なくてね、かなり頑丈になっているんですよ。で完全防水になっているんですね。なので洗濯はもちろんなんですけれども、例えば旅行中に濡れたものであったりだとか、あと洗濯はしたんだけれども乾ききらなかったもの、これに入れておけばね問題ないっていうこともあって、移動中に濡れたものであったり汚れたものっていうのをここに入れておくのにもおすすめできるものというところなんですね。短期の旅行であればね、そういったねホテルのランドリーに出すのもありかもしれないんですけれども、インドとかでホテルのランドリーとかに出すとね、服のねタグのところとかひどい時はね服本体にね部屋番号とかね書かれたりするんですよ。でなのでね僕はあまりそういった洗濯を出すっていうのはあまり好きじゃないんで、自分でね洗濯をやりたいっていう場合はこういったアイテムっていうのがおすすめかなというふうに思います。で次ね睡眠系ですね。旅の睡眠、これも洗濯と同じように重要なんですけれども、この2つこれもねほぼほぼね旅の間毎日使っていたかなっていうような感じで、これがアイマスクですね。アイマスクで、アイマスクもね僕ねいろいろと使ってきてるんですけれども、これのね良かったところっていうのはとにかくね遮光性が高いんですよ。これつけているとほぼほぼね光の漏れっていうのがないのと、あとこのバンドっていうのが耳掛け式じゃないんですよね。耳掛け式だとねこの耳がね痛くなったりだとか、あと寝ている最中にね勝手に外れてしまうっていうこともよくあるんですけれども、これ後ろに回すバンド型っていうこともあって、寝てる最中もね外れないんですよね。寝返り打ったりしても。でかなり遮光性も高いですし、であとはこういう風な形でコンパクトにしまえるっていうこともあって、これも Amazon で購入したんですけれども、ほぼほぼ毎日使っていて満足度が高いものでした。でこっちが目を覆うものだとすると、このループっていうのは耳栓なんですね。これ、こういう風な耳栓なんですよ。耳栓っていうとねもう完全になんでしょうスポンジタイプで完全に遮音できるようなタイプもあるんですけれども、これはねそこまで実はね遮音性っていうのは高くないんですよ。ガンガン音が鳴っている状態だと、うっすらとね音っていうのは漏れてくるんだけれども、ただ
海外をね旅行中ってやっぱり完全にね遮音するのってやっぱり怖いんですよね。外で何か起こった時とかに、気づかないっていうのもそれはそれで問題だし、あと部屋をねノックする音とかっていうのもね聞こえなかったらね分かんないんで、あとこれやっぱり重要なのは使い回しができて、これシリコン製なんで1回使ったらこれを水洗いしてまた何度も使い続けることができるんですね。なので実はねこのループの耳栓っていうのは予備のものっていうのを僕一応持っていってはいたんですけれども、一つだけで十分半年間ずっと使い続けることができたんで、かなり耐久性も高いかなというふうに思います。この辺ねアイマスクと耳栓ね、であとドミトリーなんかにね泊まる時なんかっていうのは特に生活音とかっていうのもねガンガン入ってくるんで、こういった耳栓とアイマスクっていうのがあれば問題なく対処できるかなと。これも実際使っていてかなりお世話になったアイテムということです。次電源周りでこのアンカーの電源ステーションね、これもよく使いました。っていうのもね僕の場合はやっぱりこのガジェット系っていうのが多くて、毎日このね Mac を使って映像編集をしていたっていうこともあるんですけれど、それにプラスしてカメラの充電とかっていうのもねしなければいけないので、それが一つでできるステーションっていうことで、これ実際どういうものかっていうと、この上側のところにねこのプラグっていうのが2つあっていて、コンセントなんかを直差しすることができるんですけれども、この側面のところに USB ケーブルっていうのを接続することができて、特にUSB-C を使うと60W でね充電することができるんですよね。でこの 60W っていうのが結構重要で、僕なんかが使っているMacBook Pro、これなんかでも 60W あれば、映像編集しながらでも充電しながら使えるんですよね。ゴリゴリ編集なんかをしていると微妙にバッテリーっていうのは減ってはいくんだけれども、それでも全体で見るとプラマイ0ぐらいでいけるんですよね。それ以外でももう一つ USB-C があって、また USB-A もあるっていうことで、こっから動画編集をしながら同じタイミングでスマートフォンであったりその他のアクションカメラであったりカメラのバッテリーの充電っていうのもこれ一つでできてしまうっていうことなんですね。であとこのケーブルの長さっていうのもね、1.5 メートルぐらいあって、これなんかも宿によってはねコンセントっていうのがドアの近くにだけね一つコンセントがあるみたいな時があるんですけれども、これだけ 1.5 メートルぐらいあればねそこからも引っ張ってくることができるんで、電源の母管ねステーションとしてはこのアンカーのこのね電源ステーションっていうのがおすすめかなというふうに思います。でこれ上位モデルっていうのもあって、それなんかはね単ポートでね 100W ぐらい出せるものっていうのもあって、ただ動画編集してプラスしてねスマートフォンであったりカメラのバッテリーを充電したいっていう場合はこのモデルでも十分やっていけるかなというふうに思います。であとこのケーブルもね結構しっかりとした作りになっていて、収納する時なんかはねこんな感じでもうぐるぐるねここにケーブルっていうのを巻きつけてカバンとかに入れるんだけれども、それでもね全然断線することもなくて使えているんで結構出来もいいかなというふうに思います。で次旅の財布なんですけれども、これはね以前ねこのチャンネルでも紹介したことがあって、このモンベルのこの財布ですね、これね確かね1000円台ぐらいで買える安いものなんですけれども、小銭入れっていうのもあって、札も入って、あとカード類っていうのもね3枚4枚入って畳めばねこれだけ小さくなるっていうことで、この財布がね小さくなることの良さっていうのはどうしてもやっぱりこのお尻のねポケットに財布って入れがちなんだけれども、それってやっぱりちょっと安全的に怖いっていうこともあって、これだけ小さいとねズボンのね前のポケットに入れることができるんですよね。ただねこのねモンベルの財布、ここ見ていただいたら分かるんですけれども、耐久性っていうのがねほとんどないんですよね。のり付けされているところっていうのがあって、この辺なんかはね加水分解するんですね。で今回旅に出る前に新しく新調したんですけれども、それでもやっぱり半年間使っているとね、これだけボロボロになるっていうこともあって、ただ全然高いものではなくて1000円台で買えるものなんでね、ちょっと名前忘れちゃいましたけれども、これがおすすめかなというふうに思います。あと最後なんですけれども、これイヤホンね、イヤホンこれなんですね。これサウンドピーツのねクリップ1っていうモデルなんですよ。これは最近後継モデルも出たみたいなんですけれども、耳の穴に突き刺すタイプのイヤホンではなくて、耳にねかけるタイプのこういう風な形でねかけるタイプのイヤホンなんですね。これさっきの耳栓なんかと同じ容量なんですけれども、このイヤホンの場合は外の音からっていうのもちゃんと入ってくるんで、特にね外で使ったりする場合なんかにはねこういったオープンイヤータイプのイヤホンっていうのがおすすめかなというふうに思っていて、僕はこれとは別にね一般的なイヤホンっていうのは持って行ってたんですけれども、そっちはねもうほとんど使わなくなりました。ただねこれあくまでBluetooth で接続するワイヤレスのイヤホンということもあって、映像編集用のイヤホンとしては使えないんですけ
けれども、日常使いのイヤホンであったりだとか、あとこれマイク代わりにもなるんで、このイヤホンを使うとね、マイクとしてもね使えるっていうこともあって、屋外なんかでも使いやすいイヤホンということで、これ僕が使っているのはサウンドピーツのクリップ1っていうモデルなんですけれども、旅行にはねこういったオープンイヤータイプのイヤホンがおすすめかなというふうに思います。はい、というわけでね、ちょっとあとねもう一つね紹介したかったものがあるんですけれども、持ってくるの忘れてしまって、濡れたね石鹸ね、これまでね固形石鹸っていうのを使うと、どうしてもねシャワー上がりっていうのはそれが濡れたままねビニールとかに入れて持ち歩かなきゃいけなかったんですけれども、その濡れたままねその石鹸を入れてもいつの間にか水分だけ外に出してくれて、袋の中で乾いているっていう風な、そういったアイテムっていうのがあって、これもね今回の旅で使ってかなりね使い勝手が良くて、今それ実物がなくて恐縮なんですけれども、これなんかもね実際この旅でよく使っておすすめだったんで、またちょっとその辺ね多分家にあると思うんで、また持ってきてね紹介しようかなとは思うんですけれども、ざっくりとこの半年の旅で僕が実際使っていておすすめできるアイテムっていうのはこんな感じかなというふうに思います。というわけで今日はね日常用の、おすすめ旅行アイテムを紹介したんですけれども、次回はですね実際僕この旅行っていうのは、映像を撮影してで同時に編集して、同時にそれをYouTube にアップロードしながら半年間旅行したわけなんですけれども、そういう形で日本からね結構たくさんのね撮影機材っていうのをこの旅に持って行ったんですけれども、その中で実際によく使ったものと実はあまり使わなかったものっていうのが、その辺を次回紹介できればいいかなというふうに思います。であとカメラ関連でも僕この旅にねカメラだけでね7台とか8台持って行ってるんですよ。ちょっとちゃんと数えてないんですけれども、多分7台8台持って行ってるんですね。でそのカメラの中でも、よく使ったものとあまり使わなかったものっていうのがあるんで、撮影用の機材で実際旅行中に使ったものと使わなかったもの、おすすめのものと、あまりそうではないものっていうのをね紹介できればいいかなというふうに思いますので、もし気に入っていただきましたらいいのチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。